先輩方、私への質問の中に、割合的に多い質問の中で、南海トラフ地震関連の質問はやはり多いということだ。過去に2連続で警告したということもあって、無理もないかなと思うわけなんだが、その中でも特に何と言えばいいであろうか、どこにいたら安全ですかとか、どこが危ないですか、なんか非常に多いということだ。基本的に南海トラフというのはどこも危険だということははっきり言っておこう。桁違いに危険。どのくらい危険なのかというのを分かりやすく言ってしまえば、そうだな、3.11 東日本大震災、あれの30倍から50倍くらいひどいということだ。場所にもよるんだが、東日本大震災 3.11、 あれが日本中の都道府県で勃発したと考えていてくれ。もう混乱どころじゃないということだな。いい。それで南海トラフで日本のどこが危ないかというのをこの動画で簡潔にまとめて言うとするのであれば、そうだな、簡潔に5つの場所をこの場ではっきりと発表していこうではないか。もちろん前もって言っておくが、この5つ以外であってもとんでもない被害を受けたということはしっかりと理解していてくれ。いいな。それでは発表していくんだが、まずはそうだな、九州の左側にある宮崎県だな。ほぼ全域で震度7だという悲惨な結末を迎えてしまったということだ。それで恐怖の津波はどうだったのかというのをはっきり言ってしまえば、そうだな、この宮崎県の地形というのははっきり言ってしまえば最悪だ。見ていただければ理解できるであろう。ダイレクトに全面的に津波の被害を受けてしまう形状だな。もうこればかりは仕方がないことだ。だから海沿いの町はほぼ全滅とはっきり言っておこう。津波の高さがだいたいそうだな、20メーターぐらいだから、浸水は10メーターから20メーターとはっきり言っておこう。それで被害者の数ではあるんだが、この宮崎県だけで東日本大震災のだいたいそうだな3倍以上くらいかな。何やともあれ非常に危険地帯だということだな。それで次に危険な場所というのを発表するんだが、ここは想定内のものというのも非常に多いであろう。そう、高知県だということだ。ここの南海トラフの揺れというのは宮崎県よりもひどかったということだ。もう高知県内の隅々な場所で震度7というのをしっかり記録した場所だ。もうどんな場所であっても震度7をしっかり記録している。はっきり言ってしまえばとんでもない場所だということだ。それで地形を見てくれ。見事に津波をダイレクトに受けるような地形をしている。だからもちろんのこと、大津波を全域で受け止めたということだ。ここの津波はとんでもないぞ。30メーターをはるかに超える津波が何度も押し寄せた超絶危険な地域だ。一番弱い津波で20メーターくらいだったかな。とんでもない危険な場所だということはこの場ではっきり言っておこう。それでもちろん
被害者数というのもひどい状況ではあった。そうだな、3.11 と比較すると、だいたい6倍から7倍くらいかな。もちろん高知県内だけの話なんだかな。まあいい。次の危険地帯を話すとする。次は和歌山だな。紛れもない危険地域だ。ここもとんでもない場所だということはしっかり理解していてくれ。ここも和歌山県内も全域が震度7を記録した。まあはっきり言ってしまえば地獄のような危険地帯だ。それで津波の被害状況というのはどのくらいだったかなとはっきり言ってしまえば、下の方、まあ南の方というのはとんでもない悲惨な状況に陥ってしまったとはっきり言っておこう。上の方はまだマシだったけれども、それでもとんでもない被害だったとはっきり言っておこう。まあ南の方はだいたいそうだな、25メーターくらいの津波というのが一気に襲いかかってきたというのはもうはっきり言っておこう。もう一瞬で全てを飲み込んでしまったということだな。じゃあ北の方は大丈夫なのみたいな感じですぐ勘違いする者がいるんだが、北の方であってもそうだな、軽く10メーターは超えていたからまあ一瞬で終わったとだけはっきり言っておこう。脅しでも何でもない現実の話だ。いいな。なぜならそれが南海トラフの恐ろしさだからだ。まあいい。それで和歌山の被害者数はどれほどだったのかというのをはっきり言ってしまえば、そうだな、3.11 と比較すると 3.11 のちょうど10倍ぐらいの被害だな。この和歌山県だけでだな。さて、あと2つほど非常に危険な地域を発表するぞ。次に危険な場所、非常に危険な場所というのはもうこれは絶対外せない場所、非常に危険な場所、静岡県だ。もうダイレクトに被害を受けてしまう、非常に無残な結果に終わってしまった恐ろしい危険地帯だな。ここもほぼ全域が震度7。東の方はまあ若干震度6強ではあったんだが、まあほぼ震度7と考えていてくれ。とんでもない幽霊だというのはしっかり理解していてくれよ。それで恐怖の津波の被害状況ではあるんだが、ここも残念ながら35メートルを超える津波というのが一気に押し寄せてくる場所だ。まあだから一瞬のうちに全てが消え去るということだな。脅しでも何でもない、全てが実際に起こった悲惨な結末だということだ。それでここの被害者数はちょっと多くなる。なぜかといったら人口が多い都市に直撃してしまうということが全ての要因であろうな。まあだから3.11 と比較すれば15倍ほどかな、15倍以上かな。この静岡県だけでだな。非常に無残だ。それであと一つ、あと一箇所超絶危険な場所を発表して終わるとする。もう何と言おうか、壊滅状況と言っても過言ではないほどとんでもない被害を受けてしまう場所というのを最後に発表して終わるとする。その南海トラフで最も被害を受ける超絶危険な場所、非常にやばい場所というのは大阪だ。大阪だ。もう残念ではあるが一番被害を受けてしまうということだ。
どれくらいの規模だったかというのは、まあ震度はそうでもない。6ぐらいかな。6強ぐらいかな、全域で。5の場所も少しあったかな。もうほぼ6だということ。7のところもあったんだが、ほぼ6強だということ。それほどでもないかなと、こんなことを言えば思うかもわからないが、大阪というのはほぼ全域にアホみたいに人口が集中しているということだ。よってそれ相応に被害も受けてしまうということだ。それで津波による水害はどうかといえば、はっきり言ってしまえばそうでもない。その宮崎、高知、和歌山なんかと比べればそうでもないが、ここは何度も言うけどアホみたいに人が多い。よって5メートルから10メートルの津波というのは一気に来るんだが、人がアホみたいに多いから、それ相応の被害もやはり受けてしまうということだ。例えば関西空港なんかは全部沈んでしまうし、何と言えばいいであろうか、大阪駅も全部沈んでしまうということだ。言っている意味はわかるであろうか。例えばユニバーサル・スタジオ・ジャパンも全部沈んでしまうし、だからそれ相応の被害というのはどうしても出てしまうということで、大阪の被害者数というのはそうだな、3.11 と比較すればだいたい20倍ぐらいかな。この大阪府だけでだな。しつこいようだけど何度も言う。ここはアホみたいに人が多いから、それ相応の被害というのもとんでもない数になってしまうということだ。これはもう仕方がないことだから、しっかりと覚悟をしていてくれ。いいな。一応確認で沈む場所を忠告しておこう。大阪市とか堺市とか岸和田とか、あそこら辺は全部沈むということだ。だから相応の覚悟というのもしっかりとしていてくれ。いいな。それでは長くなったが、今日はこの辺で終わるとする。最初にも言ったんだが最後にも言うんだが、今日行った場所以外は安全ではないということははっきり理解していてくれ。非常に危険な場所というのも数多く存在するということはしっかり理解していてくれ。いいな。勘違いはするなということだ。それでは今日は失礼する。以上だ。